26時間書いてあったんですけれども、電波はやっぱり結構落とし穴。 iPhone16E は物足りないなって、どれをおすすめするかというと、どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone16E。こちら実際に SIM とか LINE、そしてパスも Suica とか、あと Apple Watch の連携とか、そういったものを全て移行して、実際に1週間メイン機として使用してみたので、実際の使用感はどうだったのか、iPhone16 とどっちを買うべきなのか、その辺紹介していきます。この動画を見てどれ買うか決まった方はぜひコメント欄で教えてください。ということで今回メイン機として使用したのがこちら iPhone16E なんですけども、容量は 128GB、価格は99,800円ということで10万円切ってるモデルになります。10万円切ってるってことを考慮しながら見てみてください。で、まず僕が一番気になっていたマグセーフの非搭載に関してなんですけども、これに関しては全然問題なかったです。そもそもこの iPhone16E を購入検討している人はマグセーフっていうものも知らないと思うし、マグセーフに関してはサードパーティー製のケースをつけることによって、こういったマグセーフの三脚だったり、こういうマグセーフのスマホリング、こういったものは問題なく使用することができます。特にこの ESR のケースに関してはかなり磁力も強いので、本体にマグセーフがついてるついてないっていうのはほぼほぼ関係ないです。ただですね、この磁石がついてないだけじゃなくて、今回は Qi2 充電、そしてマグセーフ充電に対応してなくて、遅めのワイヤレス充電にしか対応してないので、そこは気になる人はいるかと思うんですが、ただその iPhone16E を買おうとしてるライトユーザーがワイヤレス充電したいっていう場合は、7.5W で充電できるので、夜寝てる間にこんな感じでワイヤレス充電器にセットして寝る。で、朝起きて外したらもう 100% になってたり、あとはこう仕事中に貼り付けて充電して、で、退社する時にはもう 100% とか、iPhone16 とかと比べてもワイヤレス充電の速度は半分になってしまうんですけど、昔の iPhone SE とか iPhone X とか、そういったものを使ってる人って、付属してきたこの 5W の充電器使って低速充電してる人も多いと思うので、そういった方だと、むしろこっちの 7.5W のワイヤレス充電器の方が早いじゃんって感じる場合もあると思うので、個人的には 7.5W での充電でも問題ないと思いました。ただ、15W で充電したいとか、ケースつけないでマグセーフアクセサリーを使いたいとか、そういった場合は iPhone16 買った方がいいと思います。では、ほとんどの人はマグセーフ非搭載っていうのは気にしないでもいいと思いました。続いてはこちら、ノッチですね。これに関しては個人的にはちょっと気になるなと思いました。左が今回 iPhone16E のノッチ、右側が iPhone16 Pro Max の最新のダイナミックアイランドになっています。これ見た目が違うだけじゃなくて大きく機能っていうのも違っていて、例えば最新のダイナミックアイランドを搭載している iPhone の場合は音楽をかけたままホーム画面とか別のアプリに行ったとします。この状態でもここのダイナミックアイランドのボタンを長押ししてあげると、こんな感じで曲のスキップだったり、あとは巻き戻し、早送りとか曲の一時停止とか、そういったものができます。他にもタイマーをかけてる場合はここにリアルタイムであと何分でタイマーが終わりますよとか、そういったものを表示してくれます。これが結構便利なので、ダイナミックアイランドに関しては結構あった方がいいなと思いました。で、これダイナミックアイランドがないノッチだとどうなるのかというと、ホーム画面に戻っても特に曲の一時停止とか早送りとかっていうのができません。やるにはコントロールセンターを開いてここから操作、早送りとかする場合に関してはここ長押ししてここで操作っていう感じですね。あとはロック画面になるとここから早送りとかっていうのはできるんですけども、スマホを操作しながらだとそういった音楽の管理、そしてタイマーをかけてる状態でも画面上には何も表示されない、このロック画面には表示されるっていう感じなので、ここが結構ダイナミックアイランドの方がいいなって思ったポイントでした。なのでこのノッチに関して見た目は気にならないんですけども、機能的にやっぱりダイナミックアイランドはあった方がいいなと思いました。ただこれは人によりますね。例えばこの 16E 買う人に関してはもともとダイナミックアイランド搭載してない iPhone からの乗り換えだと思うんで、さっき言った機能が魅力的だなって思わない、別にいらないよって思う方は全然こっちの iPhone16E でもいいと思います。で、続いては画面輝度ですね。画面輝度に関しては結構違っていた iPhone16E は最大輝度800ニット、iPhone16 とか Pro シリーズに関しては最大輝度1000ニットで屋外になることによって最大2000ニットになります。なので単純計算倍以上ですね。で、これ個人的に最初は800でも十分だし iPhone16 とか16 Pro と変わんないなと思ってたんですけども、これがね結構落とし穴で、この iPhone16 とか16 Pro 自動輝度調節っていうのをオフで使ってる方中にはいると思うんですけども、そういった場合はピーク輝度2000ニットっていうのはオフになります。これこの iPhone16E と比較した時に気づいたんですけども、この iPhone の設定でこの中のアクセシビリ
いていて、この画面表示とテキストサイズで一番下の明るさの自動調節、これオフになってる人は絶対オンにした方がいいです。で、これオンにして外で実際に使ってみたんですけど、めちゃめちゃ明るい。本当に超太陽の光が入ってるところでもくっきり、はっきり見えるので、この画面起動っていうのは全然違うなと思いました。これオフにしてる人はぜひ自動調節をオンにしてください。ただね、この iPhone 16E が別に見えないっていうわけじゃなくて、iPhone 16とか16 Pro の方が確実に見やすいんだけど、16E でもこうやってちょっと日光を入らなくするとか、そういったことをすれば普通に見れるし、あとは輝度 MAX の状態でもちょっと見づらいけど普通に見える感じなので、ここは人によりますね。輝度重視した人は16とか16 Pro がいいし、普通に見れればいいやっていう場合はこっちの 16E でいいと思います。ただこの画面輝度に関してはかなり違いがあったので、ぜひチェックしてみてください。ただこの屋外のピーク輝度2000ニットっていうのは屋外とか超明るいところじゃないと有効にならないので、お店の展示機とかで画面輝度を確認するっていうのは厳しいと思います。全然違います。続いてはベゼルの太さですね。 iPhone 16 Pro はこんな感じで結構細縁のベゼルになってます。この黒い縁の部分ですね。で、それに対して iPhone 16E、そしてiPhone 16もそうですね。こんな感じでちょっとベゼルが太くなってます。これに関しては使ってる時に感じることはほぼないですね。個人的には全然どっちでもいいかなっていう感じはあります。確かに比べてみるとやっぱプロの方がベゼルが細くていいんですけども、これだけで見たら別にベゼル太いとも感じないと思うんで、ここは個人的に全然気になりませんでした。で、続いてカメラのガタつきに関してなんですけども、これはね、いい。こういった iPhone 16とかの場合は土台があってその上にカメラのレンズが出てくるので、 iPhone 16E と比べてレンズが出てるんですよね。なので、ケースとかにもよるんですけども、机に置いてる時に操作するとちょっとガタガタしちゃう時とかがあります。それに対して iPhone 16E はカメラの部分を押しても全く動きません。なのでこうやって両手で机に置きながら操作をする、そういった方はこの iPhone 16E めちゃめちゃいいと思います。ただ僕はね、こういうスタンドを使って普段から立てて使用しているので、スタンドを使えば特に変化はないです。人によってはこれいいなって思うポイントだと思います。続いては今回 iPhone 16E の目玉である C1 チップですね。今電波に関しては 5G で2本入ってます。それに対して iPhone 16 Pro Max は 4G で2本。で、実際にね、いろんな場所で使ってみた感想としては、電波はね、やっぱり iPhone 16とか Pro とか、クアルコムのいつものチップを搭載してる機種の方がいいと思いました。こっちの iPhone 16にも別にね、比べなきゃそんなに変わんないんだけど、やっぱりね、ちょっと iPhone 16でかなり電波が悪い。例えば地下とか、ビルの上とか、そういったところで使うと、iPhone 16とか Pro だと通信できるんだけど、16E だとかなり遅いとか、あとは、こっちの iPhone 16だと 5G 拾ってるけど 16E だと 5G を拾わない、そういったことがたまにありました。常にそういったわけじゃないので、電波の悪いところに行きがちとか、そういった方に関してはやっぱり16 Pro を買った方がいいなと思います。バンド11と21がつかまないっていう問題なんですけども、これね X とかでもいろいろポスト検索してたりするんですけども、あんまりね情報とか出てこなくて、みんな多分そのバンドに対応してないっていうことをまず気づいてない人が多いと思うので、そういったものを見ると、そのバンド11、21、1.5GHz 帯をつかまない問題っていうのは全然問題ないと思います。ただ 5G の感度がちょっと弱いかな。そして速度も16の半分の速度になるので、5G をよく使う人で速度をかなり重視するっていう人だとちょっと物足りなさはあるかもしれません。ただ一般的な使い方であれば C1 チップでも全然問題ないと思います。で、続いてこの iPhone 16E が C1 チップを搭載したことによってバッテリーの持ちが、この iPhone 16は22時間で、こっちの iPhone 16E は26時間っていう感じで書いてあったんですけれども、比較した感じだとあんまり変わんなかったですね。 5% から 10% ぐらいなので C1 チップのその消費電力の低下っていうのはね、あんまり感じませんでしたね。もしかしたら 5G で両方とも使った時で変わるのかなっていう感じです。検証によっては 20% ぐらい違うっていう動画とかも見たんですけども、僕が検証した感じだとだいたい 5% から 10% ぐらいで、他にもそういった動画とかもあったので、結構環境に左右されるんだと思います。で、実際に使ってみた感じ、僕はねこの iPhone 16をメインにして使ってなかったので、この比較ではないんですけども、iPhone 16E 単体で使ってみた感じはめちゃめちゃ持ちます。ちょっとスクショを撮ったのでそれ見せます。まず1枚目がこちら。最後に 100% に充電したのは水曜日の1時4分。これ1時56分になってるんですけども、これなんと木曜日の1時56分。25時間後のバッテリー残量になります。それがなんとこちら 36%。めちゃめちゃ持ってます。丸1日使っても 36% と。ただこれは室内にいて画面オンは5時間になってるので、使用頻度としては
そこまで高くはないんですけども、まあ個人的には普通に使ってたぐらいの感じですね。で、詳細見ると YouTube2 時間34分画面つけっぱなしで見て、7分はバックグラウンド再生。ツイキャスはこれストリーミングのライブアプリですね。これは54分画面オンにしながら見ました。で、インスタは13分画面つけながら見てて、で LINE も15分見て7分はバックグラウンドとかこんな感じで、まあ使い方としては比較的浅めではあるかな。16位検討している人はこういった使い方も多いと思います。そういった場合は1日使っても残り残量が 36% ということでかなり持ってるのがわかると思います。続いてこちらが充電電池残量 2% になった時の写真。さっきと同じように最大 100% になったのは水曜日の1時4分です。で今7時59分で、こちら現在の時刻が木曜日の19時59分なので、まあ約42、3時間後のバッテリーになります。これすごくないですか？ 42、3時間持ちました。で、画面オンはなんか減ってるな。これはあれだな。1日の間でどんぐらい使ったかって感じか。2日目は画面オン4時間49分、画面オフ11時間。内訳はこんな感じです。合計かもしれないけど、まあこんな感じで、まあライトな使い方であれば、1日むしろ2日行くか行かないかぐらい持つので、バッテリーの持ちっていうのはかなりいいと思いました。ちょっとね、これは本当に使い方によるので何とも言えないんですけど、バッテリー持ちを重視して iPhone16E っていうのを買うのはありっちゃありだとは思うけど、過度な期待をしないようにはした方がいいと思います。使い方によって結構 iPhone16 とほぼほぼ変わんないじゃんとかって思う人もいると思います。検証ではあんまり変わんなかったんですけども、実際に1週間メイン機として使ってみた感想としては、結構バッテリーは持つなと感じています。それこそ iPhone16 と比べるとそんなに大差なくても、今までの iPhone SE3 とか iPhone SE2 とか iPhone X とか11とかね、そういったものと比べるともう格段に持つようになってるので、買い替えを検討してる人っていうのはバッテリーの持ちかなり期待してもいいと思います。本当にすごいです。このバッテリーの持ちで10万円って考えたら個人的に結構いいと思いますね。続いて性能。こちらの iPhone16 と 16E 同じ A18 チップっていうのを搭載してるんですけども、 CPU のコアそして GPU のコアっていうのがそれぞれ1コアずつ減らされてます。なので iPhone16E のちょっとスペックダウンしたチップを搭載してるっていう感じ。例えば原神とかスターレイルとかそういった重いゲームをする場合っていうのはやっぱりこの iPhone16 の方が FPS も高いし、熱耐性もこっちの iPhone16 の方が高かったです。なので重いゲームをよくやるっていう方はこっちの iPhone16 を選ぶ方がいいとは思うんですけども、画質を下げて遊ぶとかポケポケとかそういった軽いゲームしかやらないっていう場合は全然こっちの iPhone16E でもいいと思います。大体 iPhone15 と同じぐらいのスペックっていう感じかな。 iPhone SE とかと比べると結構性能とかも良くなってたり、あと熱耐性も良くなってると思うので、前機種からの買い替えであれば全然問題ないっていう感じです。で、続いてカメラ画質に関してなんですけども、やっぱりね、プロを使った後だとこっちの iPhone16E は物足りないなって思いました。ただこのカメラ比較動画っていうのは動画で出したんですけども、それを見ると両方とも綺麗じゃんっていう感じで書いてあったので、カメラにそこまでこだわらないとか、旧機種からの買い替え iPhone13 Pro だとちょっとセンサーサイズが上がってたりするのでちょっと画質悪くなってるかもと思うと思うんですけども、昔の iPhone からの買い替えであれば同じぐらいの画質、あと4800万画素で真ん中2倍で切り取れるので、そういった点を考えると良くはなってると思います。ただカメラ画質に期待して iPhone16E を買うっていうのはちょっと微妙だと思います。やっぱこっちの iPhone16 の方が立体感もあるし、個人的には iPhone16 の圧勝っていう感じでしたね。ただセンサーサイズが小さくなったことによっていい点もあって、こういったね最新の iPhone16 とかのカメラってセンサーサイズが大きいことによって綺麗には撮れるんですけども、その分被写体には寄れないんですよね。こんぐらい離さないとピントが合わない、そういったことが起きるんですけども、こっちはセンサーサイズが小さいことによって被写体に結構寄って撮影することができます。しかも4800万画素の真ん中を切り取る2倍ズーム使うことによってかなり物を大きく撮影できるので、そういった点はこの iPhone16E のメリットだと思いました。それこそ気軽に写真を撮りたい、ピントはしっかり当ててほしい、そういった場合はこの iPhone16E のカメラかなりいいと思います。カメラを求める人に関しては圧倒的に16を選ぶ方が個人的にはおすすめです。あとやっぱね、この5倍レンズっていうのはかなりね表現の幅が広がるので、カメラにこだわったり、あとは運動会で撮影したいとか遠くの風景撮りたい、そういった場合はプロシリーズかなりおすすめです。なのでカメラに関してはあんまり期待しないようにしてください。4800万画素だからめちゃめちゃ綺麗っていうわけではないので注意。あとめちゃめちゃ違うなって思ったのが夜撮るとき、これはね16の方がやっぱ圧勝で、なんでかっていうと最新の iPhone にはナイトモードって言って長時間光を取り込んで綺麗に撮るっていうモードがあって、僕もこれを普段
対応してるんですけども、これの停止時間が長い。iPhone 16とかだと、例えば3秒間こう iPhone を固定して写真を撮るっていうモードがあるんですけども、それと同じ環境でこっちの iPhone 16E で撮る場合は、9秒ぐらい、約3倍ぐらいは長くこうやって止まってないといけない。ここがね、ちょっときついなって思いました。なので、夜写真、そして動画撮る機会が多いっていう場合は、絶対にこっちの iPhone 16を買いましょう。むしろ、ちょっと薄暗い中でもそのナイトモードが有効になったりする時もあるので、カメラ性能はやっぱ16かなっていう感じで思いました。それこそ発売前はこれ、センサーサイズも一緒で、かなり画質のいいカメラになってるんじゃないかと思ったんで、正直期待外れっていう感じはあるんですけども、人によっては使いやすいので、なんとも言えないっていう感じです。撮れればいいやぐらいでカメラは思っておくのがおすすめです。で、そしてもう一個だけ、ちょっとね、使ってて、あれって思ったポイントがあって、これ僕だけかもしれないので、iPhone 16E 買った人は教えてほしいんですけども、こちら、Face ID のセンサーがちょっと悪い気がする。なんかね、こっちの iPhone 16の場合は、夜真っ暗な中でも、しっかりとね、Face ID 反応するんですけども、なんかこの iPhone 16E は、なんか真っ暗な中で、たまに反応しない時があるんですよね。これよかったらね、コメント欄で教えてください。もしかしたら、個体差とか、登録する時の顔が悪かったのかもしれないので、ちょっとわかんないんですけども、個人的に使った感想としては、こっちの iPhone 16よりも Face ID の反応っていうのはちょっと悪いような感じはしました。もしかしたらセンサーが1個古いやつを使ってるっていう可能性もあります。で、もちろん Face ID に関してはこの横向きでもしっかりと反応するので、iPhone 11とかだと多分反応しないと思うので、そういった方がね、乗り換える分には全然問題ないと思います。これなんでなのかちょっとわかんないですね。という感じで iPhone 16E、16、16 Pro Max 実際に使い比べたり検証してみたんですけども、どうでしょうか？みんなどれが欲しいですか？個人的にね、どういった方にどれをお勧めするかというと、まずとにかく安く買いたい、そして最新の機種 Apple の AI とかが使いたい、長く使いたいっていう人ですね。 iPhone 自体は長く使いたいけど、そんなカメラ画質とかこだわらないし、今まで通りサクサク動いて、4、5年長く使えればいいや、あとバッテリーの持ちを最優先したいっていう方には、この iPhone 16Eかなりぴったりなモデルだと思います。特に旧機種から買い替えて文句が出るっていう部分はないと思います。続いて iPhone 16に関しては、カメラ性能もそこそここだわりたいし、ゲームもがっつりやりたい。で、そして超広角カメラ使いたいとか、そういった方にはこの iPhone 16かなりおすすめだと思います。僕もこの3機種の中でどれを一番おすすめするかって言われたら、この iPhone 16ですね。スマホ全然興味ないけどどれがいいかって言われたら iPhone 16E だと思うんですけども、ほとんどの方におすすめできる万能機種に関してはこの iPhone 16だと思います。で、続いて iPhone 16 Pro、そして Pro Max。これはほぼほぼ一緒なので、プロシリーズということで、iPhone 16 Pro に関してはとにかく5倍レンズ、遠くのものを5倍カメラで綺麗に映したいっていう方にもぴったりだし、あとはこのリフレッシュレート。iPhone 16、16E と比べて倍のリフレッシュレートがあっても画面がめっちゃヌルヌル動くので、例えば荒野コード、PUBG とか、そういった120フレーム対応の瞬発性を求めるゲームとか、あとは、例えばね、こういった Twitter とかスクロールを多く使用する方っていうのは、目の疲れとかも軽減できるので、このプロ選ぶのかなりいいと思います。ただ、そのために、プラス3万円ぐらいっていうのはちょっと微妙なので、本当にね、カメラも使いたいし、120Hz も欲しいし、そういった方じゃないとちょっと高いかなっていう感じはあります。あとはこれ、USB-C 端子が他のやつと比べて 3.0 になって高速なので、ここから SSD とか USB メモリでデータを出し入れしたい。そういった方はこのプロシリーズいいと思います。という感じですね。で、僕、今 YouTube やってるからこのプロシリーズを選んでるわけなんですけども、 YouTube やってなくてどれか1台だけ買うっていう場合、どれを買うかというと、この2択。どっち買うかというと、この iPhone 16になります。やっぱこれが安定ですね。特に個人的にいいなと思ったのがこのカメラの綺麗さ。そしてこのダイナミックアイランドは欲しいなっていう感じで、iPhone 16を選ぶかな。あとそう。このカメラコントロールね。このカメラコントロールもめっちゃ便利なんですよね。ポケットから出すときにカメラコントロールをパチッと押してればすぐに写真を撮り始めることができるっていう。これがね、結構カメラコントロール便利なので、そういったこのカメラコントロールが欲しいっていう方も iPhone 16E よりも iPhone 16の方がいいと思います。ただね、価格差25,000円っていうのを考えるとどうだろうね。この25,000円、人によって、たった25,000円かっていう人もいると思うし、25,000円大金だよっていう人もいると思うので、一概には言えないんですけども、その25,000円をどう思うか。で、この2機種は決めてもいいかなっていう感じはしますね。できるだけスマホは安く抑えたい。旅行とか友達とのご飯に使いたいっていう人は 16E で全然いいと思うし、何を重要視するかによって、こういったね、iPhone は選んでみるといいと思います。という感じで今回 iPhone 16E
16E1 週間使ってみた感想を話してみました。最後にね、一つだけ言いたいポイントがあるので、これ言って終わりにします。今から iPhone SE3 は買うな。以上、バイバイ。